こんにちは、グリプトです。昨日の週明けはトランプ大統領の関税懸念からですね、日経の急落で市場のほぼ想定通りのブラックマンデーとなりまして、仮想通貨市場も急落しましたけども、現在は反発となっています。その裏で各国がどのような動きをしてたのか、また仮想通貨市場の方では何があったのかを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンタチャートなどをまとめて見ていきたいと思います。ビットコインの価格は現在79,200ドルあたりを推移しております。指標の方では大きなものがなかったんですけども、トランプ大統領の関税に対する各国の動きが話題になってましたね。EU は 25% の報復関税提案、中国は政府系ファンドによる中国株の買い支え、景気刺激策の前倒し検討などの報道がありました。またトランプ大統領からはですね、中国が報復関税を撤回しなければさらに 50% の関税を追加するという発信もありましたね。で、昨日の日本市場では日経先物の下落がそのまま反映されたんですけども、中国の政府系ファンドの買い報道あたり、14時以降からですね、上海の指数とビットコインも反転している印象がありまして、いろんな要因が重なっていると思いますけども、中国の動きが大きかったのかなと思います。その後米市場ではですね、米10年債利回りが1日でプラス 0.3% と急騰してまして、こちらは90日間の関税延期の誤報や米景気後退、インフレ懸念からの債券売りが要因とされています。ドル円は147円台回帰となってまして、米株は反発、ビットコインも一時8万1000ドル台まで反発となっています。現在7万9000ドル台推移となってますね。あと個別株の方ではストラテジーが先週ですね、ビットコインの買い増しをしなかったこと、また第一四半期のビットコイン保有分の損失がマイナス60億ドル相当計上予定であること、またギャラクシーデジタルの事業再編が SEC により承認されてまして、5月9日にナスダック上場予定であることなどが話題になっています。ストラテジーの株価は他が反発する中ですね、比較的弱くなってまして、デイリーでマイナス 8.6% を記録しています。ETF 関連では先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、全体でマイナス 2.4 億ドル相当の純流出を記録しています。こちらは毎日見てた通りの結果となってますね。昨日の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.84 億ドル相当、香港はゼロとなっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 2.81%、額としては502億ドル相当、現在一時的に盛り返しています。オーダーブックの状況としては下は7万3000ドルあたりの板が目立つ状況になっています。また現物オンチェーン関連ではですね、ビットコインのハッシュレートが史上初の1ゼータハッシュ超えを記録したのも注目されています。これまではエクサハッシュというですね、単位でしたけども、単位が1つ上がって注目されてますね。こちらもマイニング難易度が上がることからですね、一応価格上昇要因として捉えられています。あとその他の見解では、ブラックロックのラリー・フィンク氏が市場はさらに下落する可能性があるけども、システムに異常があるわけではないんで、買いのチャンスであると発言したことや、JP モルガンのジェイミー・ダイモン氏が関税がインフレと世界経済の衰退を招く可能性があると、年次株主書簡で述べたこと、あとはスタンダードチャータード銀行のアナリストが関税のリスクヘッジでビットコインが支持されるだろうと見解を述べたことなどが注目されています。今後の指標としては4月9日にニュージーランドの政策金利、米卸売在庫2月の確保値、4月10日に FMC 議事録、米 CPI3 月、4月11日に米 PPI3 月、米ミシガン大学消費者信頼感指数4月の速報値などが控えております。仮想通貨市場としては全体の時価総額がピークから 30% 減となったことなどが注目されたりしてますね。個人的に思ったのはですね、今回のトランプ大統領が仕掛けた関税戦争に対して、各国それぞれ利下げどうするかとかですね、アメリカ側に寄り添って交渉を進めるという、様子見の段階なんですけども、中国はもう徹底抗戦する形ですでに株式市場に介入してたり、景気刺激策の前倒しも検討してたりしてですね、今回の動きで市場全体の注目が中国に集まったのかなと思いました。そうなるとまた中華系のアルトが熱いとかね、そういう話になりそうなんですけど、アルト多すぎ問題とかね、別な懸念もありますんで、安易に突っ込めないのかなとも思いました。下げ要因も十分出尽くした感じもありますし、本日も指標もないんで、今週の指標が緩いうちにですね、反発に期待したいですね。現在8万ドルの攻防ですけども、ここを抜けてさらに8万5000ドル台の攻防に迎えるのか注目ですね。
そしてイーサですね。イーサの価格は現在1550ドル、BTC だっては 0.0196。先物の方では大岩全体でマイナス 6.58%、額としては169億ドル相当。オーダーブックの状況としては、現時点では若干買いが優勢となってますね。下は1000ドル近辺まで刺さってますね。ETF は現時点ではゼロ、香港もゼロとなってます。価格としては一時1500ドル台を割れたということで、2023年の3月、約2年ぶりの水準となったことが注目されています。BTC 建ても 0.02 を割ってまして、回復してない状態ですね。結局、オーダーブックのところでずっと刺さってた1500ドル台を下抜けした結果となりました。もうね、そのイーサ内部のアップデートとかでは反発が見込めない状況になってますけども、こちらもここから反発できるのか注目ですね。あとその他の動向では、テザーの CEO アルドイン氏が米国向けの新たなステーブルコインの発行を検討していると発言したのが注目されています。詳細はまだ明らかになってないんですけども、現在米国で推進されているステーブル法案、ジニアス法案にのっとって米国でサービスを展開する予定とされてますね。先日 SEC が USDT や USDC などのステーブルは証券じゃないと声明を出したことも取り上げましたけども、USDT とは別で新たに立ち上げるようですね。こうなるとまた競合のサークルの動きなどが気になるところですけども、テザーの新ステーブルが米国で支持されるのか注目ですね。あとはサトシ・ナカモトの身元を探るために米国の弁護士が米国土安全保障省 DHS を提訴したことも注目されています。これは X 上でメタローマンという名義で活動している弁護士が現在ビットコインに巨額の資金が流れている事態を考慮すると、連邦政府がビットコイン政策者のサトシ・ナカモトについての情報をどの程度持っているかを国民がもっと知る必要があるということで DHS に対して文書提出を求めているようですね。このサトシ・ナカモトの正体を暴こうとする活動ですね、最近米国方面でちょくちょく出てきますけども、界隈としては出たら都合の悪いものになってますんで、こちらもその後の進捗に注目ですね。あとは香港の金融規制当局 SFC が ETF のステーキングを許可する発表をしています。承認された仮想通貨プラットフォームと ETF に関してはステーキングを許可すると発表してますね。この感じだとイーサ ETF のステーキング要項承認は米国よりも香港の方が先になりそうですね。これもイーサの判定材料となるのか注目です。あと他では韓国の年金公団 NPS が年金資金の取引の透明性と安全性を高めるためにブロックチェーン導入を検討していることや、 CZ がパキスタンの暗号通貨評議会の顧問に就任したことなどが話題になっています。CZ は今後ですね、パキスタンの暗号通貨のインフラ、教育、採用、その他の取り組みを指導するとのことです。今後 CZ 絡みでパキスタン関連のプロジェクトが立ち上がるのか注目ですね。あとアルト関連では大きなファンドはないんですけども、上位アルトは節目の価格をそれぞれ割ってますね。XRP は2ドルを割ってますし、ソラナも100ドルを一時的に割ってます。アルトに資金が回るとしても、もう少し市場全体が落ち着いてからになるのかなと思うんですけど、こちらも再度反転できるのか注目ですね。他資金調達関連ではステーブル DeFi のキャップが800万ドル調達、マルチ BTC DeFi、サツターミナルが170万ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。はい、今日はこのとこですかね。まだ厳しい市場になってますけども、想定されてたことはほとんど織り込まれたんじゃないかなと思うんで、少なくとも今週は少し緩やかになるんじゃないかなと思いました。あとはこれは個人的に気になったことですけども、石破首相がですね、トランプ大統領と電話会談して関税の交渉をしたという報道が出てましたけども、その直後にトランプ大統領がトゥルースソーシャルで今朝日本の首相と話をしましたけども、彼らは貿易に関して米国を非常にひどく扱ってますと。彼らは我々の車を受け取らないのに、我々は彼らの車を何百万台も受け取っていますと日本を批判したことが話題になってました。でその後にトランプ大統領が大谷翔平のことをですね、ムービースターのようだとか言って、ご機嫌に紹介してるのが拡散されてたりして、もう大谷翔平が外交した方がいいんじゃないかなと思っちゃいました石破首相とそれも合ってないみたいですし、これもね、大谷翔平ほどの知名度がないとできないことなんでしょうけど、大谷翔平を超える存在ってなかったでしょうし、これからもね難しいでしょうから、これも大きなチャンスと見て大谷翔平に日本の未来を託した方がいいんじゃないかなと思っちゃいましたね。グローブとか上げれば関税もどうにかなりそうな気がしますけど何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。